それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの才能・魅力について、周りからどのように見られているのか、そして隠された才能・魅力についてもお知らせしていきます。すでにカードを展開してあります。タロットカードは正位置、そしてオラクルカードも一緒に使いながらケルト十字を使って出しています。ここから見ていきますね。まずあなたのコンディションから見ていきましょう。あなたはとても心が優しくて愛情を持って周りに接している、または愛情を注ぐような対象の方がいるんじゃないかなっていうのを強く感じます。その人のために守りたい、立場を守りたいっていうことかもしれないし、二人の関係性だったり、その方を何としてでも守りたい、愛し抜きたい、そのような気持ちっていうのが伝わってきます。今の現状ね、辛いのかなとか、厳しい中にあなたが立ってらっしゃるのかなっていうのが伝わってきます。何としてでも守りたいんだっていう気持ちが強く出てきていて、同時に立ち向かっていることっていうのもあるんですが、立ち止まりたいというのはこの場所で踏ん張りたいっていうことかもしれないし、今あなたが立ち向かっていることがもういっぱいいっぱいで気持ちが張り裂けそうとか、ストレスで押しつぶされそうなぐらい、それでも負けずに立っているから、少しね踏ん張りが効かなくなってきてしまっているような現状っていうのが出てきているかなとも思います。あなたにとってのライバルだったり障害っていうところを感じていて、そこを乗り越えるために自分が踏ん張っているっていうのも感じますね。ただしあなたはその愛のためにっていうのが入ってきているので、愛する方がいるのかなっていうのを感じます。またはその自分の真実の愛に向かって今自分が取り組んでいることがあるとかね、そのようにも感じられますね。本当はあなたはみんなの見ていないところで頑張ってらっしゃるんじゃないかなっていうのが入ってきていますよ。多分誰も知ることがないところでとか、見られるところがないところで一生懸命戦っていたりとか、周りの人にはあなたはゆったりとしているように見えるかもしれないけど、実は自分の心の中っていうのは今戦っているような状態なんじゃないかなっていうのを感じますね。これがこの4枚があなたのコンディションっていうところなんですね。見えないところであなたは今頑張っている。なので心の中であなたが踏ん張っていたり、諦めないよっていう風に頑張っている気持ちが強く出ているっていう感じかもしれません。表向きは優しそうに見えているんだけど、心の中がしっかりともう自分はこれに向かって頑張る、守りたいんだっていう気持ちが出てきています。またはもうすでにね、人から見える形であなたが一生懸命一人で頑張ってるっていうのが出てきてる。そう、一人で頑張ってるっていうのが入ってきてるんですね。この1番さんの場合は辛抱強く自分がゴールとか成功に向かって頑張っていくっていうね、この水を乗り越えていけば、自分が人魚なんだけど海を渡って足を生やして歩いていけば、ここに自分を待ってくれてる人がいるっていうね。だから諦めたくない、立ち向かっていきたいんだっていうことを今あなたが頑張ってるのかなっていうのが入ってきています。そしてこれが表向きにあなたが出している魅力、周りの人に伝わっている魅力として、ここのカードと、あとこちらもね見ていきますね。周りから見たあなたの魅力、両方合わせていきます。ここ、ソウルメイトのカードが入ってるので、やはり愛する人とか自分にはこの人しかいない、ご縁を深く感じる方っていうのがいらっしゃるのかなとも思いますし、周りの人から見てもこのカードが入ってるので、あなたのことを大切にしたいとか、もう自分たちって2人で1つだよねっていうことが言えるような存在がいるんじゃないかなっていうのも感じます。まずはこのようなつながり、深いつながりを持っている相手、誰かいるよって、存在がいるよっていうことを踏まえた上で、周りの人が感じるあなたの魅力、ここねキングのカード、エンペラーのカードも入ってますから、あなたのまずリーダーシップっていうところが強く出てきていますね。成功へと導くリーダーとしてあなたが行動を起こしていたり、計画を立てて動いていたり、確実に掴み取っていくんだっていうあなたの行動力ですよね。
そして周りの人の話を聞きながら、取り入れていきながらまとめていくっていうところが出てきています。管理能力があって成功を収めるためのスキル、技っていうのをあなたは知っている。そのように周りの人にも伝わっていますし、そしてプラスあなたは自然とか食べることっていうのを好んでいるんじゃないかなっていうのを感じます。オーガニックな生活をされていたり、無農薬の食べ物を取り入れていたり、健康に良いものや、または美味しいもの、自分自身が美味しいっていう風に感じるものをみんなに美味しいよ、食べてみるっていう風にお裾分けしたりとかしながら食事をするのが楽しいんじゃないかな、好きなんじゃないかなっていうのも入ってきています。周りの人から感じる魅力なので、あなたがグルメな人だったりとか、おしゃれなお店を知っている、美味しい料理を知っているとか、そういうことも魅力として入ってきています。みんなをまとめるプラス人を集めてパーティーを開いたりとかね、そういうのも魅力として入ってきていますよ。温かい方っていうのが入ってきています。ぐいぐい引っ張るだけじゃない、なんていうのかな、ぐいぐい引っ張るというよりは前を先頭切って走っていく方なんですが、でもそこに温かさがあってみんなのことを考えてくれる、ねぎらってくれるっていうのが入ってくるんですね。リーダー的存在でもありながらみんなのことを気遣ってくれてる、そんなあなたの姿っていうのが見えてきています。そうですね、食べること以外にも人を集めたりとか自然っていうのもワードとして入ってくるので、自然をこよなく愛している、環境に優しい方っていうのも魅力の一つとして入ってきますよ。ただあなたが前を切り開いていく人だったり、みんなの道しるべとなる人、お手本となる人っていうのをあなた自身が意識してやられているのかもしれないっていうところはあるかな。自然とみんなにも伝わってはきているんですが、それはもしかしたらあなたが自分で意識しているというか、責任感の強い方、愛情深い方でもあるし、周りのことを思いやっている。で、人知れぬところで努力されているんだけど、でもね、その自分でこう作り出してるというか、打ち出していってる、意識されてるところにみんなを引っ張っていかなきゃっていうようなお気持ちが強いんじゃないかなっていうのが出てきています。もしかしたらね、そのようなお仕事に疲れているとか、社会的地位のある方だったりとか、その社会的に自分が周りを引っ張っていく役目なんだよなとかね、そういうこともあるかもしれません。今表に出ている魅力としては、みんなを成功へと導くリーダーっていうのがありますね。ただし自己肯定感が低いっていうところが入ってきています。なのでやはり意識的に見せている、だけど実際心の中を潜っていくと本当は自信のないところとか、それを周りに見せられないっていうところがあるんじゃないかなっていうのを感じるんですね。すごく温かい方っていうのが根本的なところで入ってきてるんですけど、一回何かそのなんていうのかな、自分が愛情をかけたものに対しての結果が出てこなかったとか、なんていうのかな、あなたが愛情をかけてかけていったことが、その対象物が同じように愛を響かせてくれなかったっていうことが過去にあるのかなっていうのも少し入ってくるんです。それで自分の心を開いていくのが少し怖くなっちゃったとか、自分のことを認めてあげられなくなってしまったような出来事があるように感じます。はい。周りと戦っているプラス自分の心とも今戦っている、踏ん張ってるんだよっていうのが入ってくるので、今のあなたってかなり周りから見えているあなたと本当の自分の中の自分っていうところと、あとはいっぱいいっぱいになってますよっていうところも客観的に今入ってくるんですね。あなたが気づいていないかもしれないけど、実はいっぱいいっぱいなところありませんかっていうのが出てきています。どうでしょう。なぜかというと、このあたりでお休み取ってください、自分の時間を大切にしてくださいねってことを伝えてきてくれているからです。はい、これから先あなたがより魅力を開花していくためにっていうところで、まずねこちらからお話ししていきましょう。まず自分の時間を持ってくださいっていうのが一番に入ってきています。今あなたが周りからもたらされるものとして、あなたが受け取るものとして自分時間っていうのが入ってきます。今まで一生懸命戦ってきていました。
その頑張りを周りの人たちっていうのは徐々に伝わっていくでしょう。だからこそあなたに自分の時間を大切にしてほしいっていうことを教えてきてくれます。またはあなたがそれを受け取るんですね。周りの人から言われるんじゃないかなと思うんですね。最近忙しいんじゃないとか、頑張ってないとか、すごく頑張ってるね、そろそろ自分の時間持ってもいいんじゃないとか、休暇取ったらいいんじゃないかなっていうことを多分言われるんじゃないかなと思うんです。自分がゆっくりとする時間っていうのを周りの人たちが与えてくれます。そして音楽のカードですね。ゆっくりとくつろいでください。音楽があなたを癒します。ここはっきりと音楽っていうワードが入っていますから、それはね、音楽っていうのは楽器が音を鳴らすもの以外にも人の声っていうのもあります。騒がしいものとか、あなたがそのように感じている騒音とまではいかないんだけど、そのあなたがね聞いていて自分の心があたふたしちゃうような音ですよね。つまりあなたにとっては雑音、今のあなたにとってはね必要じゃない音っていうのが精査されていって、今のあなたに必要な時間と音っていうのが入ってくると思います。これは周りからもたらされるものなので、音楽を通じてあなたが今自分休憩必要なんだなってことがわかるのかもしれないし、あとは誰かに言われる、つまり声ですよね。声を通してメッセージを受け取るのかもしれません。いずれにしろあなたが今ゆっくりとする時間を持つんだよってことがもたらされるっていうところが入ってきています。そしてまたそのようにあなたも実は求めているんじゃないかなっていうところが出てきています。あまり自分を責めないでください。本当に自分ここまでできなくてとか、完璧を求めていたり、必ず成し遂げなきゃいけない、そんな立場だからとかね。あと表向き自分が打ち出しているところっていうのは周りの人に頼られているところもあるから余計頑張っちゃうんですよね。みんなが帰宅した後も一人で残って頑張っていたりとか、人が見えないところで頑張ってるってことはそういうことです。家に帰ってからでもひたすら一人で頑張っていたりとか、ずっと積み上げて努力していることっていうのがあるんじゃないかな。だから今の地位を築けていたりとか、そういうところを強く感じすぎているところがあるんじゃないかなっていうのが入ってきています。いつの間にかあなたって自分の弱いところを人に見せることができなくなってしまっていたり、期待に応えすぎようとしていたりとか、それもね魅力の一つではあるんですよ。何があっても立ち向かっていく諦めない気持ちとか、粘り強く取り組んでいくっていうね、その中途半端にしないってところはすごくね魅力の一つなの。だけど今のあなたにとってはそれが逆に自分の本心だったりとか、人に甘えるっていうところが今できなくなってるんじゃないかなっていうのを感じます。表に出している魅力が強すぎて、そして周りから頼られることって多いんじゃないかなって思うんですね。あなたを頼りにしてやってくる人とか、あなたに導かれたいと思っている人がたくさん集まってきてるんじゃないかなって思うんです。そうすればそうするほど、本当は自分ってそこまでできないのにとか、答えられないかもしれないっていうような自信のなさを抱えつつも、それでもあなたは頑張ろうっていうふうに思ってるんじゃないかなっていうのがあります。でも本当はね、あなたは弱いところを受け入れていいんだよ。今自分の中で否定してるんじゃないのかな。見ないようにしてるというか、本当は自分だってくつろぎたい、休みたいとか、めんどくさいことはめんどくさいって言いたいし、弱い自分を誰かに見せたいっていうところもあるんじゃないかな。でもそれができない、なかなか自分を認めてあげられない、弱い自分はダメなんだとかね、自己肯定感が今ちょっと低くなっているような状態のように感じます。それを受け入れていくことがこれからのポイントとして入ってきています。ここですね。ここは今のあなたに必要なものだったりポイントになってくることとして、ここですね、カップの5番入っています。自分のできないところばっかりに今目をやっていませんか。自分がこれだけできないとか、ここ失敗しちゃったとか、本当はねすっごくね成果を残してるんですよ。
諦めない気持ちってすごく大切じゃないですか。中途半端にする気持ちってたくさんの人が持ってますよ。もうこれぐらいでいっかとか、長続きできなかったけど自分飽き性なんだってところで理由つけてもう終わっちゃうとか、そういう人がほとんど大抵なんですよ。私もそうですもん。飽き性だから長いこと踏ん張りが効かないの。でもあなたの魅力って踏ん張りが効くところ。でもそこで自分に対してちょっと厳しい目をあなた自身持ってるんじゃないかな。本当は受け取ってもいいものを素直に受け取れなかったりとか、謙遜しちゃったり、周りから頼られれば頼られるほど頑張んなきゃっていう風に自分自身追い込んでしまったりとか、周りの人からあなたってこういうところ素敵だよねって言われても、それを素直に受け取れないというかいやいやそんなことないよ、自分まだまだだからっていう風に言っちゃって、より一層自分を頑張ろうっていう風に思っちゃったりとか、自分のできないところに目を向けていませんかっていうところです。だけどそこ、本当はあなたってこういうふうにごっちゃになった床で、ごちゃごちゃに物が散らかってる床、ここに目を向けてもいいんだよ。つまりだらけた自分とか、あとはもうこれぐらいでいいかなっていうふうにちょっとぐらい思ってもいいって、そこまで完璧に思わなくていいんだよ。そして弱いところとかを周りに見せていってもいい。一人で頑張ってるんじゃないんですか。で、あなたが本当に求めているものって誰かと喜びを分かち合うことだったり、楽しい時間を一緒に過ごせる相手だったり、それはもうすでにいるんですよ。あなたの周りにいます。これは恋愛関係の方になるかもしれないし、または恋愛じゃなくて魂のつながりとして深いご縁を感じられる仲間かもしれません。あなたはその仲間やご縁の深い方と同じ時間を共に味わっていきたい、そういうお気持ち出てきていますよ。本当に一人でよく頑張ってきましたねっていうのを、このカードたちがあなたに今メッセージとして伝えてきてくれています。あなたがこれから受け取ることっていうのは、自分自身のこのマイナスなところとか、自分ダメなんじゃないかとか、ここを直さなきゃって思いすぎていたところを軽くしていく、もうこの負担を手放していく、これらから解放していくのが今のあなたにとって必要になってくることで、それは周りからもたらされるものとしても入ってきます。周りからもう運気の流れとして、あなたが今リラックスする時間、タイミングがやってきてるって、それは音を通してやってくるよ。音楽のフレーズかもしれないし、実際にあなたが音楽に触れてスーッと涙が流れることになるかもしれない。そこでリラックスできるとか、それは音楽ってことは映像も入ってくるかもしれません。映画だったり映像っていう音をプラスしたものをあなたが感じることで、自分の気持ちを解放させる何かにつながっていくんだよってことも教えてきてくれてるんですね。本当に大切なもの、あなたの心の奥底にしまっているものを開ける時です。もうこの暗いところとか何もないところ見なくていいんです。ほら、何もないんですよ。何もないの。あるのはこっち。こっちに目を向けて、これをきれいに整頓してもいいし、このままでもいいししばらくこのままの状態でもいいんですよ。まずここに目を向けてくださいってところです。そしたらあなたは絶対受け取るものが出てくるし、何かというと自分の本当の気持ち本心、奥深いところ、自分がどうしたかったのかとか、何から解放されたかったのかとか、まずそもそもあなたがリラックスすることにまず気がつくのかもしれません。謙遜していたことを受け取ってくださいって言ってます。何に対して謙遜していたのかって言ったら、自分が褒められることだったり、自分自身を褒めてあげることだったり、自分に自信をつけることを今まであなたは躊躇していたんじゃないんですかって。そこを今あなたが開いて受け取る、素直に受け取ってください。この豊かさっていうのはあなたの本心だけではありません。これからあなたに訪れるのは金銭的なものだったり、経済的な豊かさ、目に見える形となるもの、もちろんそれだけじゃなくて、あなたにとってのチャンスだったり、そして感情を分かち合ってくれる仲間とのつながりを感じられることだったり、いろんなものが五感を通してあなたに豊かさっていうものを気づかさせてくれます。受け取りましょう。
そしてあなたがこれから開花していく魅力っていうところについてお話ししていきます。これからの未来、あなたはどのように魅力を開花させていくのか。はい、まずね、一人じゃないよってところ、誰かに自分を受け入れてもらうこととか、誰かを受け入れることっていうね、誰かとのつながりっていうところをあなたはこれから一つね、成長としてあなたが過程を経ていくのかもしれません。このね、つながりを感じるとか、自分自身がつながりを持っていく、今までガードしていたんじゃないんですか？自分一人で頑張んなきゃいけない。なぜかというと、過去に自分が愛した人とか対象物に対して自分と同じような分量の愛情が返ってこなかったことがあるとかね。あとはその愛する人に対してその人を守るために今自分が頑張ってるとか、どちらかなんじゃないかなって思うんですけど、いずれにしろ自分一人で頑張ってきたことが多すぎたんだよってことを教えてきてくれています。そうしているうちにどんどんと自分の心を閉ざしてしまっていたんじゃないんですか？自分のできなかったことにだけ目を向けていて、自分なんでできないんだろうっていうふうに自己肯定感が低くなっていたんじゃないんですか？そこまで自分を否定すること本当はないぐらいあなたは魅力的な人なのに、そして本当はね、みんなと食事をしてとか音楽を聴いてとか共有する時間、これらが本当は好きなんじゃないのっていう風に出てきているんですよ。だけど今のあなたは自分の心にシャッターをしてしまって、なかなか心を開いていかない。いつも強くいなければいけないっていう意識が強い。本当にもがき苦しんでいるところを誰にも見せたくない、そういう気持ちもあるでしょう。でもね、そこね、見せてもいいんだよっていう風に出てきています。そしてそうですね、このカード、オラクルカードは、これは次に引くカードの意味のね、効果を倍増しますよっていうカードなので、もう1枚引きました。このカードの意味がさらに強くなっていきます。そしてこのカードの意味というのは、周りの人とのつながりやこのソウルメイトとのつながりを強く感じてください。あなたが与えた分、与えられることをあなた自身が受け入れてくださいってことを教えてきてくれています。今までそれが怖かったんじゃないですか？過去に失敗したことがあるからとかね、誰かとのつながりで深くつながりたいと思っていたのにつながれなかったことがあるとか、またはつながること自体恐れている方もいるかもしれません。だけどもうね、人とつながっていくことを恐れないでっていう風に出てきています。だから安心して与えていいんだよって、鎧をつけてこんな自分でいなきゃとか完璧な自分でいなきゃっていう風に身構える必要ない。こうやって一人で自分だけが頑張ってればいいんだっていう風に思わなくていいよって、あなたの本当の優しさっていうのを受け取ってくれる人がいて、また返してくれるから、返してくれることに対してそこに疑心暗鬼にならずに素直に受け取るっていうことが、あなたがこれから体感することとして入ってきています。これがすごく大きいかな。周りの人とつながっていく喜びとか、それは自分がリラックスすることでこのチャンス、流れっていうのが生まれてきます。もう一人じゃないっていうところにあなたが気づく時がやってくる。そうすることでようやく自分を解放、本当の意味でね、本当の自分を解放していけるんだよっていうところが出てきています。一人で頑張りすぎていたんじゃないですかっていうところですね。そしてこれからあなたが開花していく魅力、才能について見ていくんですね。素晴らしいカードが入ってきています。自分自身を信じられる力、才能っていうのがこれから開花していきます。花開いていく。本当はあるんですよ、心の奥底に。ここです。心の奥底にあなたは豊かなものっていうのを持ってるんです。光り輝くもの、いろんなものですよ。形となるものもあるし、形として表せない温かい気持ちとかね、光り輝くもの、存在っていうものが心の中に本当に眠ってるんですよ。それが開花していくよっていうことが出てきていますし、それはあなたが情熱を注げるような
対象のものや、あなた自身が作り出していきたいと思えるようなもの、いろんなものかもしれない、形となるものなので、新しく仕事始めるよって人もいるかもしれないし、自分の生き方について見直しがかかって、こうやってやっていこうって新しく一歩を踏み出せる方もいるでしょうし、自分の中の変化を受け入れられるようになるんだよっていうことが大きく出てきています。今まで変化を受け入れられなかった。なぜだったら過去にうまくいかなかったことがある。特に愛情に関すること、気持ちに関することですね。あるから。だから怖くなっちゃったとか、逆にね、一人自分だけ頑張ってればいいんじゃないかとか、そういう風になっていってしまってたんですよね。でも今そうじゃないんだよっていうところ、本当のあなたの温かさっていうところにあなた自身が気づく時がやってきている。これがこれから開花するあなたの才能、魅力です。これが開花していけば、じゃあどうなるのかって言ったら、今以上の成功をあなたは収めることができるでしょう。それは形となってわかるものかもしれないし、このようにね、ご縁としてあなたが感じることかもしれません。もう目に見える形でみんなとお食事をすることとか音楽を聴くことによって豊かな時間や気持ち、または物質的な豊かさっていうところにあなたがそれを受け取るのかもしれないし、本当にこのご縁とかつながり、精神的なものを感じて自分が満たされる思いっていうところに気づくのかもしれない。このようなことに気づいていくと、あなたはより豊かになって、また自分自身が何かを始めようとか、自分の人生一歩踏み出していこう、こんな嬉しい変化っていうことを素直に受け入れることができるっていう風に入ってるんですね。あとは自分自身をお祝いできるようになるんです。認めてあげられるようになるの。今までこんな自分ダメ、空っぽの自分っていうところにしか目がいっていなかったんだけど、そうじゃないんだよ。散らかっているかもしれないけど、こんなにたくさんのものがあなた持ってるって、まずそこに気づいて、そしたらそこからあなたは何でも始めていけるからねって、自分の本当のところ、もうエネルギーですよね。自分っていう個の存在っていうところに気づいていって、それをさらに打ち出していくことができるよっていう風に出てきています。もうすでに社会的地位を確立されている方もいるでしょうし、またはね、いろんな人生を経験してきて、もう人生一周も二周もしてきた、それぐらい人生経験積んだよっていう方もいると思うんです。だけど本当のこれからの始まりっていうのをあなたはこれからだよ、これから、まだまだこれからよっていう風に出てきてるんです。本当のあなたを始めていくのは今これからよっていう風に出てきています。前に進む力をあなたは持っているし、それは本当の自分を受け入れて、それから前に進んでいくっていうところですね。もう自分を隠すことはないんだよってところを気づく。これが今あなたが花開いていくところです。はい。あなたはそうすることで、より一層周りの人から本当の意味で愛されたりとか、その愛されることをあなたが受け入れるからね、だから愛し愛されるような関係性っていうところが成り立っていくんです。周りからいくら愛されていても、あなたがそれを受け取らなければ、愛し愛される関係性って成り立っていかないんですよ。自分なんてとかっていうふうに思ってしまうと、周りの人の優しさっていうのが違う形であなたが受け取っていたっていう可能性が今まであったんじゃないかなって出てきているんですね。でももうそれをね、解除して素直に与えられるものを受け取ってもいいんじゃないって、豊かなものを受け入れてもいいんじゃないかなって、それが本当の自分たちの世界とかね、それが小さな世界かもしれないけど、だけどそれがあなたにとって今一番必要なことなんじゃないかなっていうふうに出てきていました。誰かとのご縁、恋愛関係じゃないかもしれないけどね、それはご家族とかお子さんかもしれないし、友人や仲間かもしれないけど、本当のつながりを感じられるような瞬間、もう一人じゃない、誰かに助けを求めてもいい、助けを求めるってことがこれからのあなたの豊かさにつながってくるんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、この1番をお選びいただいた方、かなり自分自身を奮い立たせて頑張ろう、そして自分のダメなところをもっと良くしようっていう気持ちがすごく高くて、
もちろん周りから頼られてる部分もあるからね、そういう責任感も感じて無理に頑張ろうっていう風に意識されていた方も多いんじゃないかなって思うんですが、ようやく今あなたにもたらされるものはリラックス、自分自身を解放する時間です。このリラックスすることを通じてあなたは周りとのつながりを感じることができるし、そこから生まれてくる新しいエネルギーっていうのも出てきます。自分自身を信じて素直に喜ぶ気持ちっていうのを受け取ってください。そして最終的に新しい夜明けのカードが入っています。もう苦しかった時期は過ぎ去ろうとしています。この海の向こうから夜明け始まっていますね。よく耐えてきました。よく一人で耐えてきましたね。耐えてきたからこそ乗り越えられたものとか安定させてきたものっていうのもあったでしょう。だけどこれからはネガティブな自分っていうところだけに目を向けることなく、それ以外のところ、ポジティブなところっていうのを受け取っていきましょう。自分自身を解放させていきましょう。もしまたあなたがどうしてもね、自分の悪いところとかできないところとかネガティブなところにだけ目を向けてしまうようなことが今後出てきたとしても、今あなたがこれから感じて周りの人とのつながりっていうところまでたどり着いていくと、またね、同じようなパターンになったとしてもそこからすぐに抜け出していけるようになります。もうそれぐらいね、もう自分で一人で頑張らなくていいんだって思える人とのつながりを感じられるようなことが出てくるっていう風に入ってきていました。ここね、素直にあなたの髪を触らせてくださいっていうことですね。触りたいって言ってる人に対して警戒しなくてもいいよっていうところですね。これ人間もそうなんですね。生物って自分の髪の毛、体毛っていうのを他人に触らせたくないっていう風に本能的に思うらしいんですね。これ自分の髪を触られてもいいなって思える人って全員じゃないと思うんですね。通りすがりの人とかにいきなり触られるとびっくりしちゃうと思うんですよ。この絵柄を見ていると自然と髪の毛を触ってもらってるし、触っていますよね。触れていますよね。こういう自然な触れ合い、自分の気持ちが許せるような相手と巡り合っていけるんだよってことがここ一番出てきていますから、今あなたが感じることは、自分が与えたものが返ってこないっていうことをがっかりするんじゃなくて、あと怖がるんじゃなくて、自分が与えたものが返ってくるし、与えられたものを自分が素直に受け取ることだよっていうことも強く出てきていました。ではお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。これは浄化を表しています。今あなたは自分の時間を持ってください。そしてゆっくりとでいいので、時間をかけてもいいので、今あなたにとって必要ではなくなった考え方や感情、そして自分にとって必要のない考えや感情っていうものを手放していきましょう。そうすることであなたの心の中に閉じ込められた感情っていうものが出てきます。解放されてきます。失望、恐怖、心配、そして自分には足りないもの、こういうことが今あなたの頭の中や心の中のすべてを占めています。そして眠っているところに、この宝箱にあなたの本当に解放させていくべき気持ち、感情、豊かさっていうものが眠っていますので、扉を開いていきましょう。そのようなメッセージも入っています。なので浄化っていうところが入ってきていますから、自分自身を認めて変化していくことや周りを受け入れていくこと、そのご縁を受け入れていくことっていうのが大切になってくるでしょう。それ自体があなたを浄化させていくことにつながっていきます。浄化されていくと自分自身の心が豊かになったりとか癒されているっていう風に感じるでしょう。あなたが今周りの人たちとつながっていくことで感じる自由、平和、喜び、そして愛っていうことを強く感じていく。これらを通してあなたは自分自身の本当の愛情を周りに与えていくことができるし、まず受け取るっていうのがこの1番さんは強く出てきていますね。頑張ってきたこともたくさんある。今度はね、受け取るっていうところですよ。
あなた自身が素直に受け取っていきましょう。そうするとよりクリアに物事が見えるようになったり、新しい一歩踏み出していけることにつながっていきます。そして最後にアドバイスカードもらっていきましょう。もうね、十分ね、メッセージもらってると思うんですね。ですが、具体的にもね、そのあなたが今音楽やその音の鳴るもの、声だったり、それは映画かもしれないしね、そのようなものからあなたが何かメッセージを受け取るんだよって、そこで自分自身の心の解放につながっていくことが出てくるのでっていう具体的なこともね、教えてきてくれてるので、はい、いいですね。33番鍵のカード。やっぱり全てはあなたの中にあるんじゃないのかな。あなたの心の鍵をあなた自身本当は持ってるんじゃないんですかって、それに気づかさせてくれるのが周りの人たちやご縁ですね。そう、この扉を開いてあなたが出てくるんですよって。確かに扉を開いてね、暖かい家の中から寒い外の中に出ていくのは勇気のいることかもしれない。寒いからね、寒い思いしたくないし、もうひもじい思いしたくないなって思うから怖いなとかね、嫌だなって思うかもしれないけど、実際開けてみたらそこにはたくさんの仲間があなたを迎えてきてやってきてくれてるかもしれません。一人でお家の中にいた方がいいんじゃないかなって思っていたかもしれないんですけど、一歩ね、外に出てみるとそこには豊かなものが待ってるんじゃないかなと出てきています。はい、ワンドの8入ってきていますね。これもアドバイスとしてもらっていきましょう。物事が急激に動いていくかもしれません。あなたが自分の鍵を持っている、自分の心のね、鍵を持っているってことに気がつくと、そこから一気に物事が急展開に好転していきます。いろんなことが訪れるでしょう。たくさんの豊かさがあるよっていう風に出てきているので、改めて自分の魅力に気がつくことができるとか、そしてソウルメイトとの出会い、ご縁の深い方との出会いを感じることができるとか、あとはね、どんな世界になるかわからないけれども、新しい夜明けの始まりからの新しい世界っていうところに、喜びの世界ですよね。自分自身が解放してリラックスして喜び合えるような仲間たち、または恋愛対象の方との世界っていうのがこれから紡がれていく。そこまでも急激にぐっと早まっていくんじゃないかなっていうのも出てきています。鍵を握ってるのはあなたです。気づいてください。あなたの胸の扉を開くのはあなたですよっていうところですね。はい、ラッキーナンバーは33番です。もしくは3のつく日、3のつく時間、3日後、3週間後っていうのを意識してみてください。はい、ではこちらでメッセージをいただいていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの魅力、才能について、そして周りからもたらされるものや、これから開花していく才能についてもお話ししていきます。はい、ではよろしくお願いします。もうすでにケルト十字を使ってタロットカードと、そしてオラクルカードも展開しています。今回タロットカードは正位置採用です。では見ていきましょう。そしてこの2番をお選びいただいた方、まず一番、強く出てきているのがここですね。このあたりで、そのあなたの魅力ってそもそも周りの人にどのように映っているのか、ここがすごく大きくて、暗闇を照らしてくれるような方、悩んだ時に答えをくれる人、そのように周りから見られているようです。暗闇の中、あなたの存在っていうのが光り輝いていて、憧れているよっていう方々が多く周りにいると思うんです。注目の的になっていたり、そうですね、あなたのファンがたくさんいるんじゃないかなっていうふうに見ています。
モテるんじゃないかなっていうのもありますね。その憧れ的な存在であなたのことを崇拝していたり、追いかけていたり、そのあなたの SNS の発信とかっていうのも見ているよっていう人も多いと思うんですよね。落ち込んでいる日々にあなたが光を差し込んでくれているっていうのが強く入ってくるので、元気をくれる人や勇気を与えてくれる、またはそのような希望っていうね、光を差し込んでくれるような存在だっていうのが入ってくるんです。とても大きな存在として感じられるので、それはあなたの活動とか社会的なお仕事、立場っていうところで大きく活躍されている方もいるでしょうし、もともとあなたの持っている魅力として人から注目される、良い意味でね、人から注目されるとか、周りの人の心に光を差し込んでいくっていうのが魅力の一つとして入ってきています。では次にコンディションを見ていきましょう。そんなあなたなんですが、今現在忙しいですか？なぜかっていうと、何か新しく始めたことがあるとか、今進んでいきたい、これをやりたいっていう目標がある、見えているのかなっていう風に感じます。休む間もなく忙しいよ。だけどあまり苦に感じていない。自分がやりたいと思ってやっている、進んでいる。時間を削ってでも叶えたい目標がある。今急いでる。なんかね、期限ついている方もいるかもしれません。何ヶ月以内にこれをやり遂げたいとか、目標がしっかりと定まっているから、今自分が休む間もなくどんどん進んでいきたいっていう、前に進むエネルギーっていうのがすごくたくさん感じられます。先を読んでいきたいっていう気持ちもあるので、計画を立てているってことですよね。何ヶ月後にはこうなっていたいとか、こんなところまで数字を出しておきたいとか、成果を残したいとか、何かね、その目標に向かって進んでいる姿っていうのが強く見られます。そして全ては自分の心の中に答えがあるんじゃないかなっていうふうに感じます。誰かから意見を求めてとか、誰かの声とか、そうですね、アドバイスを聞いて方向性を定めていくんじゃなくて、もうすでに自分の中でしっかりと考えていて、計画を練っていてっていうところがちゃんと出てきています。ご自身の中に、全ては自分の中に答えがあるよっていう風にあなたの中で感じてるんじゃないかなと思うんですね。なので、人前に立つようなお仕事だったり、またはそのような立場、役目だったりとか、周りから憧れ的な目線を向けられるような方なんじゃないかなっていうのも入ってきます。どちらかというとね、もうすでに自分の中に自分の道とかやり方、答えっていうのがいつもね、自分の中で答えを出して進んでいくっていうのがあります。それが間違ってないんですよ。それがすごく正しいの。だからあなたについていきたいって思う人がたくさんいるんだよってことが出てきています。そして今あなたが周りの人に見せている魅力というか、今表に見えている魅力として、だけどね、そんなあなたなんですけど、周りから憧れ的に思われているんだけど、実はでも陰で努力していることたくさんありますよねっていう風に出てきています。周りの人には見せないような陰の努力っていうのが入ってきますね。今周りの人たちに与えているあなたの魅力ですよね、才能とかっていうところでも、そのね、さっきも言ったみたいに暗闇に光を差してくれるというか、迷っている時に答えをくれる人だったり、何かあった時に頼れる人としてあなたが存在してるんじゃないかなっていうぐらいの強いエネルギーを感じます。自分たちを解放させてくれる人とかね、なんか見えない先にたどり着くための答えを知っている人っていうように感じます。パワーやエネルギーっていうのも強いんですけど、悩んでる時にあなたに出会ったから自分の生きる道が見えてきたとか、悩みが晴れたとか、そのようなお仕事をされてるって方もいるかもしれないけど、あなたと関わることで明るくなれるっていうのが入ってくるんですね。そうですね。なんかね、自由が利かなかったようなこと、制限かけられているようなことから自分たちが自由になるんだってこと、これがあなたの持つエネルギーですよね。パワーっていうか、
魅力、才能とかっていうよりも、もうパワーそのものなんですよね。あなたがいるだけでとか、あなたと話をするだけで心に光が差してくる、答えが見つかってくる、悩まなくなる、自分がより自由になっていけるっていう風に周りの人たちが感じているっていうところですね。そうなんです。これね、この白い鳥っていうのが実はあなたなんですよね。ここにいる人魚が周りの人たちです。この人たちから見ると、あなたってすっごくたくさんのエネルギーを持っていて、空から舞い降りてきてくれてるんです。そしていろんなエネルギーや力、助けとなってこの人周りの人たちを助けてくれる。これがあなたなんですよ。たくさんいる鳥さんね、これがあなたのエネルギー、パワーなんだよっていうことで、助ける力っていうのがすごくあるんですよね。はい。そしてこれが今あなたの表に見えている魅力です。では、その今の環境があなたにもたらしているものや、これからもたらすものとして何があるのかなっていうところを見ていきましょう。そうなると、そのあなたがもっとね、内に秘めたパワーをこれからより外に出していくようになるよっていうことが出てきています。今以上にあなたのエネルギーやパワーを必要とする人が出てくるとか、あなたがもっと外に魅力を出していくような機会、チャンス、そんなタイミングというか、あなたが自分自身の力をより発揮できるような機会が訪れるんじゃないかなと思うんですね。全く苦じゃないんですよね。周りの人に自分のエネルギーを注いでいく、それこそが自分の持っている魅力っていう風にあなたは自覚されているんじゃないかな。もうすでに体感したことがあるとか、経験したことがある、誰かを救った経験があるんじゃないかなと思うんですね。ここも光り輝いている。この真ん中にいるのがあなたで、翼が生えている人魚ですね。この周りに人が集まってきてるんです。光り輝いている白い存在のあなたについていきたいって人がたくさんいて、だからあなたは光のある存在なんですよね。光の存在。これをもっと自分のね、心の中にある答えやエネルギー、パワーっていうのをもっと周りの人に与えていくっていうのが出てくるんですね。そんな、チャンスがやってくる。チャンスというかね、もうすでにやっていることなので、より一層それができていくというか、例えばね、これがあなたがスター性のある人で、配信者とか何かを発信している。例えば作り上げている、歌っている人とか、何かね、そういう作品を作っている方とかであれば、より自分の作品が世に知れる時がやってくるとか、あなたの作品、才能っていうのを見出す人が現れるとか、もっと自分の力を活性化させて外に出していけるような、ことが出てくるっていうのが入ってくるんですね。周りからもたらされるものですね。今ね、これ自分の内に秘めているエネルギーっていうのがものすごくあるんですよ。今でも出しているのに、より一層もっともっと出していけるよっていうのが出てくるんですね。これがあなたの真骨頂なのかもしれない。この輝いているあなたっていうところですね。はい。そしてまだね、勢いを知らずにもっとね、右肩上がりになっていくんだってことが出てきているんですね。すでに底知れぬパワーやエネルギーを感じます。では次、あなたの期待していることや恐れていることとして、ここのカードですね。これはその恐れとかっていうのは今の自分にはないよっていう風に出てきています。あなたは今恐れ知らずっていうところがあるんじゃないかな。決して悪いことじゃないですよ。すごく素晴らしいことなんですよ。中には悩んでいて前に進めないとか、どうしようかなって立ち止まっている人もいる。その中でもあなたは常に前進しているというか、もう自分の中にしっかりと見据えているものがあって、だから今本当に忙しく、自分自身をあえて忙しくさせてるんじゃないのかなっていうのが出てきていますよ。またはそれを乗り越えていけるぐらいの持ち前のエネルギー、パワーっていうのがものすごくあります。だから人から注目されるんでしょうね。多分今、いや私全然そんなことないよっていう人でも、これからあなたの能力が開花していけば、人前に立つとか人から注目を集めるような、そういう存在になるよってことです。世間に知れ渡るような有名人じゃなかったとしても、周りの人たちからあなたみたいになりたいとか、
あなたっていいよねとか、あなたの魅力がもっと伝わるような存在になるってことです。一目置かれる存在ってことですね。そしてここね、キングのカード何枚か出てるので、やはり人前に立ったりとかリーダーシップを取っていったり、みんなを引っ張っていくようなエネルギーや力っていうのがあるんじゃないかと思うんですね。周りに集まってくる人がいるとかね、解放させてもらえるとか。でもそれは生まれ持った才能やエネルギーっていうのもあるんですよ。だけどそれプラスアルファであなたが頑張ってきてることがあるからなんじゃないのかなっていうのが伝わってきます。そしてここですね、何かをこれから決めていこうとしているものがあるんじゃないんですかっていうのが流れとして入ってきています。今一つの目標、一つのこれっていうものに対して向かっている。でそこに対して結果が欲しいとか、自分で決めていきたいことがあるっていうところがあります。これは恐れじゃなくて、自分自身がそうしたいって、もうエネルギーが溢れすぎていて、自分がこうしていきたい、自分で作り出していきたいんだっていう気持ちが強く出てきていますね。なのでこれから近々あなたは自分の今直近の目標、今進んでいることに対しての結果をつかみ取ることができるでしょう。しかもそれはあなたが計画している通りに、あなたが全ては自分の心の中に答えがあるっていうふうに思っているのと、その答えが一致する、結果が一致するんじゃないかなっていう出来事が訪れると思います。周りの人たちの心を照らしてくれる存在としてあなたはあり続けるし、なおかつ自分自身の目標に対しても進んでいるので、その結果っていうのもしっかりとした結果を受け取ることができると思います。ではこれから開花する才能とか、あとポイントっていうところも見ていきましょう。ポイントです。今あなたが見ている可能性の他にもいろんな可能性がまだあるから、まだですよ。今すごくね、ものすごくあるって言ったのに、まだ他にもあるから、もっと可能性を広げてみてっていう風に言われてるんです。これ以上って思うかもしれないんですけど、まだまだ眠ってるよってことをね、言われています。それを深く潜って見つけてください。視野を広げることもいいでしょう。今ね、一つのことに向かって決めていきたいこともあるし、これっていう目標に向かって進んでるんだけど、それじゃない違うやり方だったり、違う結果っていうのも受け取ることができる。答えは一つじゃないよとか、そういうことも教えてきてくれてるし、よりあなたがより良い自分になっていくために次のステップアップする段階へ来ています。これが今のポイントとして入っていますね。ここね、あなたですよ。この先に人が待っていますよね。あなたを待ってる人がいるよっていう風に出てきています。人じゃないかもしれない。チャンスだったり、そうだな、あなたって活動とか活躍したい、何かね、結果を残す人っていうのが出てきてるんですね。活動されてるされてない関係なく、例えば会社経営してるとか、自分の好きなこと仕事にしてるとか、そういうことやってないよって人でも、あなたは今結果を残す人なんですよね。あなたっていう人生やあなたの周りの人たちに対して、あなたっていう名前を残す人なんですよ。名を残す人なんですよね。今あなたがステップアップする時なので、一つこの生活にあなたの名が刻まれる時っていう風に感じてください。もっともっと可能性が広がっていくからっていう風に出てきてるんですよね。またチャンスもやってくるし、あなたが変わっていくためにもいろんな選択肢を取り入れるとか、可能性を見つけることっていうのも良いでしょう。次に進んでいくために、より良い自分になっていくために、まだまだね、エネルギーが溢れ返っている状態なので、それを精査することもいいでしょうね。たくさんあるエネルギーをまとめていくこととか、フォルダ分けするみたいな感じでね、あなたの中で一つ一つ区切っていくとかね、仕切っていくことっていうのもいいだろうし、そういうことが必要になってくるかもしれません。そういうことなのかな。今まではただただ溢れていくエネルギーとか、自分が向かっていきたいことに対してものすごい情熱やエネルギー、活力を注いで今までやってきたんだけど、それでも溢れ返っているような状態なんですよ。そこを自分の中で、
しおりをつけていくとか、なんかねこうフォルダに分けていくとか、なんか整理整頓していくような、エネルギーを精査していくようなことが出てくるのかなっていうのも感じます。ではこれから開花していく才能とかっていうところも見ていきましょう。これから開花していくことはシンプルになるよっていうふうに言われてるんですよね。生活というかあなたのエネルギーじゃないですかって、さっきの話にもつながってくるんですが、もっとエネルギーがより活用的に使いやすくなっていくために、あなたがちゃんと分けていけるんじゃないかなっていう、ただ溢れ返させるだけじゃなくて、この分はこっちに、これは自分のために、これは周りの人にっていうような形でうまく使い分けていけるようになるから、より自分が生きやすくなったり生活しやすくなったり、より夢へ近づくチャンスが訪れたりとか、引き寄せにつながってくるんじゃないかなってことが出てきています。はい、よりクリアになっていくっていうような感じでしょうか。それがこれから開花していくあなたの魅力です。そうですね、エネルギーを使い分けすることができるっていうこと、そしてそうですね、バランスが整っていく、これは周りの人たちに対しても与える影響として大きいかもしれません。そうですね、いろんな人にあなたは救いの手を差し伸べていけるのかも。今までは困ってる人だけだったんだけど、困ってる人だけじゃなくてそうじゃない人にもあなたのエネルギーが行き届いていけるような、だからこういろんなねエネルギーの届け方っていうのがあなたはこれから出てくるのかもしれませんね。やり方を見つけるというか、自然とそうなれるのかもしれないし、何かきっかけがあるのかって言ったら、もっと自分のエネルギーを外に出していく。そうしてここですよね、あなたがやっぱりレベルアップしていくんだっていうのが出てるので、ここねもうすでにキングのカードが出てるのに、さらに高みを目指していくっていう、あなたの本当に心の芯の底から溢れてくるエネルギーっていうのを強く感じますよ。はい、そしてそうですね、こちらも見ていきましょう。もっとより自分に自信を持てるとか、自分自身を信じていける、そしてより良い選択をしていけるようになっていく、このね選択をしていくっていうのがこれから開花していく魅力の一つです。もともとエネルギーすごくあるからね、それをどんな風に使っていくかとか、どうやって選んでいくかっていうところがうまくできるようになっていくよっていう風に出てきています。はい、そしてそうですね、その他も見ていきましょう。じゃあその魅力が開花していった後どうなっていくのっていう風に出てくると、ここの4枚です。あなたを助けてくれる人が逆に現れるよ。これはね、人じゃないかもしれない、もしかしたらチャンスとか、その見ている方にもいるんですけど、自分が例えば今会社を起こしていて取り組んでいるとか、今趣味を副業にして成果残したいとか、夢目標があって叶えたいっていう方はチャンスがやってくるでしょう。それはね、人を通してお仕事の依頼が入ってきたりとか、そうですね、あなたにとってのビッグチャンスがやってくるでしょう。もしくはあなたを助けてくれる人なので、今自分で夢目標とか仕事とか会社とかそういうの全然違うんですっていう方でも、あなたをより良くしてくれる人、今まであなたがね周りにエネルギーを与えていたんだけど、逆にあなたにプラス作用をもたらしてくれるような、助けになってくれるような人たちが現れるよっていうのが出てきています。そしてここね、まだ勢いが知らない、止まることを知らないっていうぐらいね、まだ止まる必要がないっていうほど、あなたの進む力とかエネルギーっていうのが止めどなく溢れています。ここはとても強いですね。もう自分の決めた道をあなたは疑わないんじゃないかな。不安になることなく自信を持って進んでいけるっていうのも出てきています。もともとそのような個性を持っているんですけど、より進みやすくなっていくんじゃないかな。周りの人たちの助けやチャンスにも恵まれて、より自分が動きやすくなっていくっていうのもあります。そしてでもね、それはあなたが頑張ってきたからこそ良い結果につながっていくんだよってことをあなた自身が感じると思います。
結果的には自分が頑張ってきたからだとか、自分の心に応え、信じる気持ち、諦めない気持ちを持ち続けたからこそ掴み取ったものがあるっていうふうに感じることができるでしょう。そして夜明けのカードも入っています。今までとってもよく頑張ってきましたね。これからはもっとより明るい前向きな風があなたのところへ届けられていきますので、その風を感じてください。朝日が昇ってくるこの日の光を感じてください。荒波から静かな波に落ち着いたこの波を感じてください。波の揺らぎを感じてください。静かな時間、平和な時、そして穏やかな光や波の揺らぎ、このようなものを感じるようになっていくでしょう。そうですね。ただ勢いのあるだけじゃなくて、これからもっとより良い自分になっていくよ。でもね、ここね、つながりを表す、パートナーシップを表すようなラファエル2番のカードも入ってきています。ここね、つながりっていうカードが2枚入ってきてるんですね。確実にあなたを助けてくれる人や、あなたのエネルギーを、分かち合ってくれるような人、ただあなたが与えるだけではなくて、それを受け取って何かの形として返してくれるような方が現れるっていう風に出てきています。でもあなたは今まで孤独を感じていたわけではなかったんですよ。自分がエネルギーを与えることが嫌だったわけでもないですよ。自分が手助けをしたことによって救われる人たちがいるのであれば、いくらでもっていう風な慈愛の心っていうのも持っていましたし、それが美しいんですよね。ただそこに対してただね、集まってきてあなたのエネルギーを受け取るだけじゃなくて、そこで何かしら返してくれるような人たち、助けてくれるような存在が現れる。これもあなたの近未来として出てきています。未来どうなっていくのか、才能をより開花していくこと、よりね洗練されていくと思うんです。あなたのエネルギーの使い方だったりとか、より先を見る力っていうのがクリアになっていくので、そうすることで誰かとのつながりを感じられる、ご縁を感じられるよっていうことが出てきます。これはね、その恋愛関係じゃないかもしれません。助けてくれる人たちとか存在、チャンス、機会っていうことなので、頑張った分だけのなんか形となって成果となって現れるもの、契約かもしれないし、あなたが配信とか発信とか作品を作り上げたことに対して一つ大きな賞をもらうとかね、もともとそのような星のもとに生まれている方だと思うんですね。人から注目を集める方っていうことです。それは恋愛でも言えるかもしれません。本当にあなたを理解してくれるような、あなたのエネルギーを包み込んでより良い形として返してくれるような恋愛対象の方に出会えるのかもしれません。今あなたが自分自身の階段を一つ上がっていく時です。上がっていくと、そこにはあなたを待っている存在、人、チャンスっていうものがありますから、今それを受け取ってくださいねっていうのが出てきていましたね。この2番をお選びいただいた方、かなりの、スター性というかエネルギーがたくさん溢れている方っていうのが感じられました。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。あなたのエネルギーっていうのはね、あらゆる方向でたくさんの光として、祝福の光、良い光として周りに与えています。あなたの存在そのものが光、そして愛のある存在です。ですので、あなたはその自分自身の持っている光や愛っていうところをよりよく感じてください。その感じるための手段、やり方、可能性っていうのもこれから見つかっていきますし、それが見つかっていくと、よりあなたが自分が生きやすくなったりとか、もっとね、先の展開が読めやすくなったりとか、進みやすくなったりすることにつながっていきます。そして自分自身、魂を楽しませてください。あなたは唯一無二の存在であり、そしてね、疲れ知らずで進んでいるエネルギーなんですね。常に進化しているエネルギーを持っているんです。とどまることを知らないんですよね。そう、進化していくことでより素敵な自分になっていくっていうね、常に自分を変化させていくことができる人なんですね。中にはね、立ち止まる時ももちろんね、人間だからあるでしょう。うまくいかないなとか、
どうしようかなって思う。だけど結局自分の心、すべてはあなたの心の中に答えがあるってことをあなたは知っています。だから自分に素直になって答えを見つけて進んでいくことができるんですね。だから周りの人に救いの手を差し伸べることができる。あなたという存在そのものが周りを照らしてくれてるんだってことですね。はい、あなたは自覚しているでしょうか。あなたには不滅の光、存在っていうものが心の中に眠っているんだよ。そしてあなたはその自分の光を生かしてあなたの人生っていう物語を紡いでいくっていうことがここのオラクルカードで出てきています。あなたは紡ぐ人ですね。光を注いでいきながらあなたという人生を紡いでいってください。はい、アートワークしていきましょうっていうことですね。より存分にエネルギーを生かしていけるようなこれからの生き方をね、新しく見つけるっていう方もいるでしょうし、仕事を変えてより自分の力を発揮できるような、活躍できるような場所を求めていく方もいるでしょう。またあなたの人生に夜明けがやってきています。新しい始まりが訪れようとしています。今あなたの持っているエネルギーをより良い方向に生かしていきましょうっていうのがアドバイスでした。それではオラクルカードからのメッセージももらっていったんですが、ルノルマンとタロットカード1枚ずつ出していきながら、あなたの今、皇帝へ向けてのアドバイスもらっていきます。具体的にアクションとしてはもうね出てきているところもあるんですね。まず最近遊べていないなっていう方は、遊ぶことっていうのが具体的なアクションとしてもうカードが出てきています。いや遊ぶ時間持ててるよっていう方は今そこはね大丈夫ですよ。今自分の叶えたいことに向かってやってるよっていう方は多少ね遊ぶ時間取ってもいいかもねっていうのが出てきています。13番子供のカードです。ではタロットからももらっていきましょう。これから新しく始まること、あなたがねでも先を見る力もあるので予定しているんじゃないんですか。何ヶ月先にはこれを始めていきたいとか、こうなってる自分がいいなとか、あとは新しく今始めようとしていることありますか。それは場所の移動とかね、引っ越しとかもあるかもしれないんですね。環境が変わるってこともそうかもしれないんですけど、それだけじゃなくて新しく自分の趣味を始めようとか副業にしていこうとか思っていることがある。その始めるタイミングがやってきてるよっていう風に入ってきています。あるんじゃないんですか、今自分の中でやってみたいと思ってること。そのために今向かっているのかもしれないけど、向かっているエネルギーの他にまたもう一つ新しく始めるっていう方もいるかもしれません。ジャスティスのカードです。はい、自分がやりたいと思っていること、正しいと思っていること、それ正しいですからその通り進んでくださいっていう風に入っていますね。中には立ち止まって考えて決めていくことというのも必要になってくるでしょう。それは時々によってあなたはでも正しい判断を自分自身に下すことができるんですね。あなたが自分で信じて進んでいきたいと思っていることがもしあればその通り進んでいく。で、悩んでるなって思ったら一回立ち止まってしっかりと考えて答えを出すことがもともとできる方なので、己の正義っていうところですよね。心の中のあなたの剣です。はい、あなたの良し悪しだったりとかさじ加減とかそういうところをきっちりとバランス取れていますから、これからもよりよくバランスが整っていく。これから開花していく才能のところでもよりシンプル化してバランスが取りやすくなっていくよっていうのが出てきていますから、もっとねクリアに自分のことを見ていける、この先のことも判断していけると思うんです。もともとあるんですけどね、さらに輪をかけてよりやりやすくなっていくでしょう。新しく始めようと思っていることとかやってみたいなと思っていることもやるんじゃないかな。
例えば仕事をしながら今この目標に向かってやってる、だけどプラスアルファで今ね始めようと思ってること、これから出てくるんじゃないかな、それもできるよっていう風に出てます。可能性はこれからどんどん広がっていくので、またそのための環境づくりとか心の準備っていうのもあなたはちゃんと抜かりなくやっていけるので大丈夫。ものすごいエネルギーを感じました。はい、以上こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの魅力・才能について、周りが感じるあなたの魅力、そして今の環境がもたらすものや、これから開花していく能力についても見ていきます。すでにケルト十字を使ってタロットカードとオラクルカードで展開してあります。今回タロットカードは正位置採用です。それでは見ていきましょう。まず現在のコンディション見ていきますね。このカードの並びを見ていると、今あなたの中で人生の大きな節目というか、自分にとって大きな決断をしようとしていませんかっていうのが入ってきています。今その魅力才能についてお話ししていくんですが、まずその前にっていうお話で、あなたにとって大きな出来事っていうのが今訪れていませんかっていうのが出てきています。それはあなたにとっての節目になることだったりとか、今自分で大きな決断をしようとしているとかっていうことにつながってくるんじゃないかなとも思います。またはそれほどの大きなエネルギーを持っている方なんじゃないかなと思いました。ではコンディションを見ていきましょう。まず1番に入ってくるのが、自由になりたいんじゃないかな。そのために今どうしたら自分が自由になれるか、より良くなっていけるかっていうことを模索している、またはタイミング、チャンスを伺っている、エネルギーを貯めているような状態っていうのが入ってきます。どうでしょうか。自分が叶えたい理想とか変えていきたいこと、決めていきたいことっていうのがあって、それがいつどのタイミングでっていうことを今あなたが様子を伺っているんじゃないかなとも思います。あなたにとっての願いだったり理想っていうのがあるんですよね。多分毎日考えていることです。より良い自分になっていくためにとか、目標に向かってどうしたらいいのかなっていうこともそうですし、それはその周りの人から見てとか、例えば社会的にどうなのって問われることになるかもしれないんだけれども、それでも自分は絶対これを叶えていきたいとか変えていきたいっていうようなお気持ちあるんじゃないかな。その祈りにも近いかもしれません。ですが、その自分が閉じ込められてしまっていた思いから解放されたい、または障害ですよね、出来事、自分を取り囲っているような自由が利かないようなことから、もうね自由になっていきたいんだっていうような今現在のコンディション出てきています。ではあなたが実際に周りの人に今与えている、表に出ている魅力ってどういうところがあるのかなっていうのを見ていきます。まず直感力っていうのがこの3番さん入ってきます。あなたの中で目に見えない存在やエネルギーを信じていたり受け取っている方も多いんじゃないかなと思うんですね。またはそのエネルギーを誰かに伝えていく、そのような役目を担っている方もいると思います。あなたの直感力信じてください。だから周りの人が何と言おうと、自分がこう感じたからとかこう思うからっていうそのお気持ちとか自分が感じたことを大切にしてください。直感力に優れている方です。なので受け取るものも多いでしょう。はい、ということでこの直感力っていうのがまず今出てきている魅力です。次に何をすればいいのか、あなたはおのずと知っているんじゃないかなっていうのが出てきています。周りとのバランスもうまく取れているというか、あなたがクッション材になっているところもあると思うんですね。
それは誰かと誰かの中に中立的な立場としてあなたが入ってくれてるとか、人と人をつなげるようなあなたの役目っていうのがあったりとか、または見えない世界と見える世界の間をつなぐような方っていう可能性も高いんじゃないかなと思います。直感力っていうのがとても大きく入ってくるので、ただしどこかね、自分を制限していたり感情を抑えているっていうようにも感じるんですね。その表に出ている魅力ももちろんね、すごくたくさんあるんですけど、今あなた自身抑えていませんかっていうのが入ってくるんですね。それは周りに気を使って抑えているのかもしれないし、これは自分はこう思ってるんだけど周りの人から反対されてとか、客観的に見て違うのかなって自分の中で思っちゃったりとか、それでその気持ちをセーブしようとか、自分の力を出さないようにしようって思っているところがあるんじゃないかなと思ったんですね。全くその必要はなくて、今その限界寸前まで来ているので、あなたのエネルギーがね、閉じ込められているものが外に出たがっているので、開放的に外に出していってもいいよって、少しね不安なの、あなたが。自分の魅力を出していくこともそうなんだけど、自分に自信がないっていうのもあるかもしれないし、周りのことを考えると自分の魅力を発揮できない、自分の長所だって思っているところを周りに伝えていくことがなんて言ったらいいんでしょう、恥ずかしいというか、間違ってるのかなとか、否定されるのが怖いとか、拒否されるのが怖いっていうところがあって、打ち出していけないようなところがあるんじゃないかなって思ってるんです。周りの人と自分は違うんじゃないかなっていう、その違いに本当はね感じることないんだけど、違和感を感じてしまっていて押し出していけないとか、受け止めてもらえなかったらどうしようとか、そういうところであえてね自分を抑えてるところ出てるんじゃないのかな、だから疲れてるんじゃないかなっていうのが入ってきています。自分自身もそれから解放されて、より良いね、もう本当に自然体の自分でいたい、ありのままの自分を受け入れてほしいし、そのような自分で振る舞っていきたいっていうような思いも出てきています。それプラス今大きな節目を迎えていて、自分の中で一つ大きな決断をしようとしていたりとか、バランスをとっていくためにも何か決めていかなきゃいけない、選んでいかなきゃいけない、だけど選べないっていうところが出てきています。はい、それはあなたの中の問題だと思うんですね。自分の中でどんな風な選び方をしていくのか、多分ねこれね大きな決断だと思うんですよね。人によっては誰かを犠牲にしてまでこっちの道を取っていくのか、いやだけどそれって周りから非難されるようなことになるかもしれないから、今ちょっとね抑えて自分の気持ちを押し込めてるような、そういうイメージも入ってきますし、やりたいことを進んでやっていきたいんだけど、それもね周りの目を気にしちゃっていて、自分こうやってやっていきたいんですってことを思う通りに表現していけないとか、セーブしているようなところが見えてきています。でも本来のあなたってとっても明るくて進む力を持っていらっしゃるんです。なぜ今それを止めてしまってるのかなっていうふうにも感じるんですが、迷いとか悩みとかも抱えてると思うんですね。選んでいかなきゃいけない、決めていかなきゃ、そろそろもう限界なんじゃないって多分ご自身でも感じてると思うんです。だけどまだこのままでいたいとか、まだ決断したくないだったりとか、自分を外に出していくのが怖いから守りの姿勢に入っていたり、中には絶対これだけは譲れない、守りたいものがある、傷つけたくない、外に持ち出していったら誰かに傷つけられるんじゃないか、そういう不安から外に出していけないものがあるとか、大事に抱えているものがあるんじゃないかなっていうふうに感じます。ただし周りの人が感じているあなたの魅力っていうのは、やはりこのバランスをとってくれる方だったりとか、次に何をすればいいのかっていうことを教えてくれたりとか、あとは底抜けの明るさやエネルギーっていうのを感じています。これがもともと持つあなたの魅力なんです。このあたりでしょうか。これがあなたのもともと持つ魅力、進む力、このあたりですね。成功を収める力を持ってるんですよね。で、自分の直感を信じて進んでいけば、もっと大きな大輪の花を咲かすことができる、
それを自分自身も分かってるんだけど、でも逆にあなたはそれを今抑えてるんじゃないかなっていうふうに感じました。ここもね、ポイントのカードとして似たようなカードが入っています。光の存在、あなたは周りを照らす存在としているんですよ。そこに気づいてると思うんです。ただあとは出していくか出していかないかっていうところなんですね。ただし周りの人たちはあなたの魅力をちゃんと感じてくれています。本当はね、明るくて多分今の調子が抑え気味というかセーブされている状態であって、もともとのあなたっていうのはこのように明るく前に進んでいく元気のある方、明るい方ですよね。太陽のように周りを照らしてくれるような存在、優しい光の存在でもあり、明るく輝かしい存在でもある、どっちの光も持っているよっていうのが出てくるんですね。眩しい存在でもあり、優しい光のあるような存在でもあります。そしてあなたはここね、シンクロシニティのカードが出てるので、共鳴っていうのが入ってくるんです。共感だったり、周りの人に寄り添ってくれたり、それはただね、何も言わずにそばにいてくれるっていうこともそうだし、あなたがいるだけで明るくなれる、ポジティブになれるってこともそうだし、あとはあなたと一緒にいるとより良いことがあるとか、いいことあるとかね、そういう運を運んできてくれる人っていうのも入ってきます。そして寄り添って共感してくれるっていうところがあるので、あなたと一緒にいるとあなたがうんうんっていうだけで自然と元気になれるとかね、そういうところもあるし、あと不思議なことが起こるっていうのが周りの人が感じてるんですよね。あなたといるとタイミングが良くなったり、例えばね、何かチケットに当選するとか、嬉しいことが立て続けに起こるとか、不思議な出来事が訪れるんだよ。しかもそれは自分たちの成功へ導いてくれるもの、うまくいくもの、あなたといるとより良い方向に自分たちが導かれているように感じるっていうのが出てきているんですね。不思議な力を持った人っていうところです。明るくパワーがあり、前に進む力、そして周りを共鳴させていくような力もある。だからあなたが動けば周りも振動が伝わって同時に動いていったり、あなたが前に進んでいこうっていう風に働きかけていくと周りも乗ってくれるとかね、そういう共感性、共鳴っていうのも出てきています。これね、すごく大きく伝わっていますよ。不思議な力、エネルギーっていうのも感じてるんです、周りの人は。もともとあなたの持っている不思議な、雰囲気というか存在感だったりとかエネルギーっていうのも目に見えないんだけれども感じているところがあると思います。はい、そして今の環境があなたにもたらすものとして出しているカードです。ここね、強く出てきています。気づいてくださいねっていうカードです。今あなたが周りの環境から受け取るものがあるから早く気づいてください。それはすごく大きなことです。あなたの今立ち止まっていること、セーブしていることについて、本当はね、自分の本心ありますよね。自分がこうやって進んでいきたいとか、叶えていきたい、願っていること、祈っていること、これを実現させることが今の環境にヒントが眠っています。もう実現が間もなくそこに来ているので、あなたはそれを気がついて動くだけなんですって。もうエネルギーとか力とか温存していたものを発揮する時がやってきているので、これに気がついてくださいってここ強く出てきています。今周りの環境をよーく見てください。実はそこにあなたが打ち出していけるところ、場所ありませんかっていうのがありますよ。今ふとね気がつくとパッと入ってくるかもしれません。あのことかもしれないとか、あとは今入ってくるのは今まで自分になかったような場所とか感じる気持ち、最近の自分にはなかったようなこと、親しく感じられなかったようなところとか、気持ちっていうのが入ってくるんですね。そうですね。例えばしばらく SNS やってなかった。例えば Facebook だとしましょう。Facebook をしばらくやってなくて最近再開した。新しくねまたやってみようかなっていう風に思ってまたやってみたら、そこに眠ってるよっていう風に出てくるんです。最近始めた場所、もしくはそうだな、最近知り合った人とか
あと新しく始めた場所っていうところが入ってきます。今までの自分の生活にはなかったものっていうのが入ってくるので、多分最近あなたがやり始めたことだったり、再開したことだったりとか、そうですね、今までお休みしていたんだけどちょっとやってみようかなとかね、そういう気持ちになったような場所とか人、誰かとの再会もそうかもしれません。何かね、そこに大きなヒントが眠ってるよっていうのが出てくるんです。ここだけ大きく違うんですよね。エネルギーが違うんです。だから今までの自分とは全く異なるような、今までだったら興味のなかったようなところとか場所かもしれない。そこに最近なんか気になるなとか、今まで踏み入れたことないような領域にあなたが足を踏み入れてるような、そういう場所にヒントが眠ってるよっていうのが出てきてるんです。今思い出してください。最近例えばしばらくね、海外ドラマ見ていなくて最近見始めたとか、何かねあると思うんです。あなたの中に最近やり始めたこととか、再開したこと、しばらくお休みしていたんだけどもう一回やってみようかなと思って始めたことがあるんじゃないかな。それね、すごくね大きなヒントが入っています。なので今注意深く周りを見てください。はい、それでは次ね、あなたの期待や恐れっていうところで見ていきます。ここもね、やっぱりね、こう自由になりたいっていうところ、そしてソウルメイトのカードも入っています。あなたが求めている場所、人、存在、関係性、絆、あるんじゃないんですかって。本当の願いっていうのは、あなたが日々思っていることとか願っていることっていうのは、誰かとのご縁だったり、誰かとの魂のつながり、またはそのような存在、愛すべき人だったり、あとは自分自身の魂の統合かもしれない。なんかね、こうちぐはぐになっているところがあったんですよね。あなたの本心と、あと周りが感じる魅力っていうところと少しねズレがあったんですよね。あなたはこうセーブしてるんですけど、なんかあえてね、こんなに素晴らしい魅力があるのにそれを抑えてるようなところがあって、なんでなのかなと思ったら、もしかしたらその魂が今離れているような状態で、それが今合致するタイミングをあなたが見ている、様子を見ているとか、チャンスを伺っているのかもしれない。もしくは自分自身の中になければ誰かとのつながり、今一緒になりたい人がいる、だけどそれを抑えなきゃいけないっていう風に意識しているところがあるんじゃないかなと思いました。会いたいけど会いたいっていう気持ちを抑えていたり、連絡取らないようにしていたりとか、それはなぜかって言ったら、社会的に見てとか、あとは周りの人に何か言われたからってこともあるかもしれないね。あなたが感情を抑えているんですよね。だけど直感的には違うって思ってるんです。あなたは抑えるべきじゃないって思ってるんだけど抑えてる。そのことについてですよ。自分自身を我慢していることをもう我慢しないようにして、一つになっていきたいっていうことです。好きな人じゃなかったとしても、あなたの魂の統合ですね。あとはそのような存在です。愛すべき人、あなたが守りたいと思っている存在、出来事、夢、目標っていうのがあって、それらが一つになっていくことで、自分自身がそこからまた新しく始めていきたい、生まれ変わりたいっていうことも出てきています。生まれ変わるっていうのは、より良い自分になっていくこともそうだし、我慢していたことを我慢しなくて、ありのままの自分としてこれから生きていきたいとか、自分のライフスタイル確立させていきたいっていうことかもしれません。これがあなたの大きなね、今ね望んでいることとしてここね出てきています。強く出てきています。またはそのようなつながりを感じてください。今統合される時ですよっていうことが出てきています。これはね、ソウルメイトっていうカードなんですけど、恋愛に関わらず今あなたを押さえつけているものからの解放っていうのがこの3番さんの大きなテーマです。あなたの心の中ではイエスって思っていることです。はい。で、ポイントになってくるのがあなたの直感力です。内に秘めたあなたの感じる気持ち、エネルギーっていうのを外に出していきましょう。自分自身を認めることかもしれないし、自分の内なるエネルギーを周りの人に与えていくことかもしれません。
はい、どんな形にしろ今あなたの中で抱えている気持ちありますよね。押さえつけている本当のお気持ちやあなたが願っていること、祈っていること、これ今ね、心の中で満タンの状態になってます。本当はそれを外に出していく時なんだよってことをこのポイントとして入ってきています。もちろんね、自分の気持ち、自分の中だけで抑えておきたいってところもあるでしょう。全部出さなくてもいいんだけど、でも今のあなたって無理してセーブしているところがあるので、周りの目とかを気にしなくてもいい。理屈なんて関係ない。自分がより良い自分になっていくために、よりね、自分を解放させていくために、今大きく決めていくことあるんじゃないかなっていう風に出てきていますよ。はい、もうね、鳥かごの中にいる自分じゃないんだっていうところです。あなたらしくいられるような世界がこれから巡ってくるんじゃないかなと思うんです。生きづらいんじゃない？今の生活、今の社会、今の世の中っていうのが。それがもっと過ごしやすくなっていくんじゃないかなと思いました。そしてこのポイントを押さえていくと、ではどのようにこれから魅力がより開花していくのかっていう、これからまだ見ぬあなたの開花していく、才能っていうところを見ていきましょう。ここね、まず一つ言えるのは、物事がはっきりとクリアに見えていく、そして決めていく。決められなかったこととかが一つ決められるようになるっていうことです。これはここにも出てる通り、イエスっていうカードが出てる通り、あなたは本当は心の中でイエスって思ってることをちゃんとそれを現実に持ってこれる、現実に引き寄せてこれるっていうところです。これがこれから開花していくあなたの才能です。そうですね。そしてこの魅力が開花される、つまり一つ物事が現実的に決められることによってより進んでいけるっていうのが出てきています。もともとね、進む力はあるんですよ。あなたの中で進む力はあるの。前に進んでいくって、後戻りはしないんだって、自分でこうやって決めたらこうやって進んでいくんだっていうね、気持ちが本当はちゃんとあるの。明るくて進んでいく行動力があるのに、今セーブしてるから。でもね、この周りからのもたらされるヒントに早く気づいてっていうことと、自分のエネルギーを外に出していくと、あなたは自然と物事を決めていって選んで進んでいくことができる。それは周りの意見がどうこうじゃなくて、自分の物差しで物事を見て決めていけるんだっていうことですよ。そして進んでいくことによって、より自分の心身のコントロールだったり、魂の統合ね、ここのコントロールがうまくいくでしょう。これは自分の魂の統合だけじゃなくて、ソウルメイトとのつながりかもしれません。なぜかというと、ここに人がいますよね。2人並んでいます。あなたとソウルメイトです。ソウルメイトはあなたの髪の毛を触っています。これは人ってね、その生命体すべてなんですけど、自分の髪の毛とか体毛っていうのを他の人に触られたくないっていう本能があるんです。自分の心の許す人にだけ触られる。髪の毛を触られて気持ちいいなって思える人と、そうじゃない人っていると思うんですね。見ず知らずの人にいきなり髪の毛を触られたら嫌だって思う人の方が大半だと思うんです。でも好きな人とか自分の心の通い合えるような人に髪の毛をさらっとね撫でてもらったら気持ちいいなって思えるように、自分のお父さんお母さんに髪の毛を撫でてもらって気持ちいいなって思えていた子供の頃のような気持ち、そのような関係性、これがこれから生まれてくるよってことが出てきているんです。ここにこのカードが出てきているので、あなたがこれから叶えることっていうのはソウルメイトとのつながりだったり、愛する人とのこれからの生活を切り開いていくことだったり、あとは自然に寄り添っていけることだよね。あなたが我慢していることなんですよ。だって外に持ち出していったらこの気持ち傷つけられちゃうから、この人との関係が傷ついちゃうから、それが怖いんですよ。大切に守りたいんですよね。安全なところにいたいんです。だからあえて気持ちを出していなかったの。これがそのソウルメイトっていうのが誰かじゃなかったとしたら、自分自身の魂として捉えてくださいね。あなたの弱いところを見せたくない、傷つきたくないっていう思いから解放されるよっていうことが出てきているんですね。はい。
これからあなたが開花していく魅力としては、自分に自信が持てるようになってくるでしょう。自分が現実的に物事を決めていくことができるからね。落ち着いて物事を見つめることができたり、自分自身の心だったりお相手だったりとかね、ちゃんと見つめて心を開いていけるような関係性を紡いでいけるからっていうのが入ってきています。これがこれから開花していくあなたの魅力。自分一人じゃない、誰かと共に紡いでいく人生だったり、そこから分かち合っていく喜びとかっていうことも、これからあなたの魅力の一つとして出てくるだろうって。つまりは、そのソウルメイトの相手から見たら、あなたっていう存在も自然とこのソウルメイトがあなたに身を預けていけるような、そういう魅力を持ってあなたが接していけるような、そういう関係性ですよね。与えるものと与えられるもの、どちらもバランスが取れてる。あなたばかりが守るんじゃなくて、今度はこのソウルメイトからもあなたは守ってもらえるよっていうことですね。あなたは守られているんだってことを感じてください。そしてあなたは誰かを守っているんだ。自分の心もそうだし、ソウルメイトかもしれない、守ってるんだよ、あなたの力で守られているんだよってことを感じてください。この3番さんは感じるっていうことが大きなテーマです。他の誰でもない自分自身が感じる。そしてゆくゆくはこのソウルメイトと感じ合える。そのソウルメイトっていうのは何度も言う通り、自分の魂の一部かもしれません。魂が統合して自分自身を受け入れることができることにつながっていくのかもしれません。そのつながりっていうことを強く感じるんだと思います。イエス、あなたの直感に従ってくださいっていうことですね。そしてこの先の未来なんですが、あなたが統合に向けて進んでいくことによって、一つね、先にそれを経験している人が助けに入ってくれるとか、知恵を与えてくれるっていうのが入ってきています。先に統合を迎えた知り合いだったりとか、それはね、この環境でも入ってくるかもしれません。すでに、あなたの今望んでいることを実現化させた人からの助言、アドバイスや知恵が入ってくるのかもしれませんね。ですので、あなたが今叶えたいことを先に叶えたっていう人がもし身近にいるのであれば、その人に話しかけてみてください。何かしらの知恵をあなたに与えてくれると思います。今ね、よりあなたの魅力が強くなっていく時でもあるので、セーブしなくていいんだよっていうことです。ではタロットとルノルマンから1枚アドバイスカードもらっていきましょう。もうね、今この十分に深掘りして見ていっていますので、今この3番をお選びいただいた方っていうのは、周りの環境、今あなたが新しく始めようと思ったとか、あと今までの自分にはなかったものを取り入れようと思ったきっかけ、場所、人っていうところに大きなヒントが眠っています。積み重ねてきたものっていうよりは、今までの自分になかった要素を持っている人だったり場所ですね。新しい出会いかもしれない。そこに注目してみてください。ではアドバイスカードももらっていきましょう。はい、こちら1枚と、そしてルノルマンももらっていきます。あなたの大事だとか大切だって思ってる一人でね、抱えてきたことを一緒に守ってくれる人が見つかるのかもしれませんね。はい、1枚もらっていきます。ここからもらっていきますね。では見ていきましょう。ソードのエース、ブーケのカード受け取ってください。でも受け取るのはあなたがちゃんとね、現実的に物事を形にしたからですよ。一つね、決めたからですよ。選んだからだよって。悩んでいた、どっちにしようかなとか、どんな道を選ぼうかなとか、選びたいけどセーブしていたことに目を背けずに、あなたがちゃんと向き合って決めたからだよっていうことが出てきています。はい、自分の意思を貫き通すイエス、はい、自分を信じること、信じてイエスって思った方に動いたことによって、あなたにもたらされる豊かさっていうのが
出てくるでしょう。誰かから受け取るものがあります。素直に受け取ってください。今までみたいにセーブして、いやいや私受け取れませんよとかじゃなくて、素直にありがとうって受け取ってください。そのことによってよりあなたの人生華やかになっていくでしょう。はい、このようなアドバイスも入っていました。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。あるがままに自分を愛してください。自分自身を受け入れることを学んだとき、あなたはそこに平和の世界、平和な自分の心を見つけることができます。これからはあなたは周りの人の目を気にせずに、自分自身がどうありたいのか、自分自身のことをどう見ているのかっていうことに注目してください。あなたが今まで抑えていたもの、その中にネガティブな感情もあったでしょう。それは妬み、嫉妬、傷つきたくない恐れ、恐怖、そのような感情を受け止めてくれる、癒してくれるような存在や相手がこれから現れます。もうすでに現れているかもしれません。その人や存在との統合をこれから感じてください。あなたは愛によって満たされることができます。癒されます。自分自身を受け入れて愛することだけではなくて、あなたが今愛したいと思っている対象の人、物に対して愛情を注いでいってください。はい、このようなメッセージもいただいていきます。今回はあなたが今持っている魅力、周りの人がどんな風に感じてくれているのか、そして周りからもたらされるものによってあなたがどんな風に変わるか、そしてこれから開花されていく魅力、才能について見ていきました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの魅力、才能について見ていきます。そして周りからもたらされるものや、これから開花していく魅力についてもお話ししていきます。ではよろしくお願いします。カードはすでに展開してあります。ケルト十字を使ってタロットカードと、そしてオラクルカードも出しています。タロット今回正位置採用です。で、まず見ていきますね。こちらですね。今のあなたのコンディションから見ていきましょう。新しいことを始めたのかなっていうのがまず入ってきています。それはいろんなことかもしれませんね。始まりのカードが入ってるんですね。夜明けを迎えて、そうですね、これから新しい始まりを迎えていくカードと、それを達成させていきたい、完成させていきたいとか、一回完成したんだけどまだこれから世界広がっていくよねとか、そういう期待で溢れているようなお気持ちっていうのも見えてきていますし、またはご自身の感情とか周りとの連携っていうのも取れていると思うんですね。そのあたり今のコンディションいいんじゃないかなっていうふうにも入ってきています。セルフプロデュースもうまいしね、はい、より良い自分になっていくために今取り組んでいることもあるでしょう。夢、目標とか今叶えたいことに向かって前向きに取り組んでいます。ただしちょっと自分自身を忙しくしちゃっているところがあるっていうのはあるんですけど、でもそのあたりもうまくコントロールしているところがあるので、決して疲れてるとかそういうところはないです。忙しくしてるなっていう風に周りの人から見られていると思います。だけど自分自身はつらつと、やる気に満ち溢れていますから、自分の中では全然へっちゃらっていう感じで、もうやりたいことに向かってキラキラ輝いているような今の現状っていうのが見えてきています。では周りの人たちからどのように今見えているのかなとか、あなたの今表に現れている魅力について見ていきます。まず一番出てくるのが、周りの人たちのネガティブなエネルギーっていうのを打ち消す力をあなたは持っているよってことが出てきています。そして一緒にいると成長できる、あなたと一緒にいると自分がレベルアップできるようないろんな経験をお持ちの方なのかもしれないし、それを周りの人に伝えたりとか教えたりするのも上手なんだと思います。器用な方っていうイメージも周りの人たちからの、魅力として入ってくるので、あなたが同時に何かを行っていたり、2つのことをねやっていたり、器用にこなしているなっていう魅力としてね入ってきていますよ。
バランス感覚に優れている人っていうのが入ってきます。そしてあなたの中では大きな夢、目標っていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。恋愛だったら共に歩んでいきたい人がいるとか、お仕事でも成功させていきたい、またはこれね、バランスをとっていくカードなので、2つのことを同時進行、つまり本業と副業を一緒にやっていく、夢を追いかけながら仕事もやるとかね、そのようなイメージも入ってきます。器用な方ですよね。そして今までお話ししていくのを聞いてると、すごくねエネルギーにあふれていて力強いようなイメージを持たれた方もいるかもしれませんが、あなたはそのエネルギーとしては強いんですけど、なんていうのかな、天然さんというか、周りの人から可愛いねとか、こういうところを純粋でいいねとか言われたことありませんか？思っているより実際こう接してみたら柔らかい人だねとか、マイペースだねとか、優しいねとか、そういうことを言われたこともある方いるんじゃないかな。ギャップがあるねとかね、そういう感じかな。そうですね、みんなを引っ張っていくリーダー的存在でもあるんだけど、寄り添う優しさっていうのも持ってるし、あなたにしか生み出せないこのまったり感というか、マイペース感というか、そういうところもあるんじゃないかな。一緒にいるとくつろげるっていう風に周りの人が思ってくれているみたいですね。それはとっても素晴らしいことですよ。どっちもあるんですよ。一緒にいると自分自身が成長できるなって思ってるプラス、時々おっちょこちょいだったりとか、なんかこう癒し的存在ですよね。そうですね、マスコット的キャラクターっていう感じもしますね。ちいかわだったりとか、可愛らしい感じの方っていうのが入ってくるんです。性別問わずですね。だから夢目標に向かって取り組んでいる時のあなたってすごくね、一生懸命頑張ってる姿っていうのが見えてるし、だけどその一方でプライベートなことになってくると少しね柔らかかったりとか、あとこう酔っ払うとふにゃってなったりとか、そういうギャップのあるところがすごく好きっていうのが入ってくるんですね。その両方の顔を持つあなたがあなたっていうのが入ってくるので、どっちか一つだけじゃなくてどっちもあるからこそのユニークな個性的なあなたっていうのが出てるんだよねっていうのが入ってきています。のんびりするのが本当は好きなんじゃないかなっていうのが出てるんですよ。まったりした時間が好きだったりとか、そうあなたにしか出せない雰囲気っていうのがあると思うんですけど、でも今のコンディションを見てると、今でも今自分でやっていきたいことがあるとか、休む暇もないぐらい進んでいきたいことがあるとか、進めたいことがあるとかね、そういうのがあるので、今向かってやってることを応援してるよっていうことと、あなたに癒されてるよっていうこと、どっちも2つの魅力があるよってことが伝わってきます。一緒にいると落ち込んでる気持ちとかがなくなっていく、吹き飛ばしてくれるエネルギーっていうのもあるんだけど、まったりと柔らかく溶かしてくれるようなエネルギーも持ってるから、どっちもあるなっていうのが感じられます。かなりね、この4番の方、柔らかいっていうのがイメージとして入ってきます。はい、おっとりしていたりとか、決して悪いことじゃないんですよ。あなたのそのペースっていうのにすごく周りの人が癒されてる。だからそのままでいてくださいねっていうのもね入ってますよ。ではあとはね、今表に出てる魅力を言ったし、周りから見られていること、見られている魅力についてもお伝えしたので、次ね、周りから逆にあなたがもたらされているもの、今現在ね、何があなたのところに訪れているのかっていうのを見ていくと、すっごくね優しいカードが入ってきてるんですよ。一つあなたが優しさのレベルが上がる。今も十分優しいし、癒し系なんですけど、そこにね大人の、ゆとりというか余裕っていうところが出てくるのかな。色気っていうのもそうだと思うし、そうですね、それ男女問わずですよ。純粋な気持ちにプラス大人の余裕っていうのかな、そういうのが入ってくるんですよ。これが今あなたの成長を促してくれてるってことを教えてきてくれています。そしてそのことによって今あなたが新しい成長を迎えるとか、そしてあなたが叶えるためのチャンスがやってくる、幸運の波が今押し寄せてきているよってことをここで伝えてきてくれています。十分ね、あなたは周りからも愛されているし、そして
あなた自身が周りに対してすごく優しいと思うんですよね。自分自身のことは割とね、厳しいというか、きっちりともっと自分やっていきたいんだって気持ちが強いんだけど、周りのことになっていくと優しいんですよ。あなたって周りの人をいい意味で甘やかせてくれるし、導いてくれるってところもあるんだけど、より輪をかけて、これからあなたがその優しさ、癒し、余裕っていうところに対してもっとレベルが上がっていくような段階に来ています。そして周りに愛されて、そして周りを愛するだけじゃなくて、本当の意味で自分自身を愛していくことを今学ぶんだよってことが出てきています。自分自身を大切にしてください。周りの人を大切にするかのように、同じぐらい自分のこともいたわってください。愛してください。もちろん大切にしてるんですけど、なんていうのかな、たまにね、こう自分自身のことに対して笑ってもいいし、微笑んでもいいし、自分自身の心に対して微笑んでくださいっていう風に入ってるんですよ。決してね、こう自分に対して厳しいっていうわけじゃないんだけど、でもね、あなたは周りの人に接している、注いでいる愛情と同じぐらいの愛情を自分に注いでいってもいいんだよってことをね、教えてきてくれてるんですよ。この自分に対する自己愛ですよね。セルフケアだったりセルフラブにつながるようなこと、今あなたがこれから培っていく新しい気づきとしてこれから訪れるんじゃないかなっていうのが出てきています。このことによってより人として魅力が開花していく、もちろん異性としての魅力も開花していくんだけど、あなたの本当の魅力土台のところにより豊かなものが入ってくるよっていうことが伝わってきます。そしてあなたの今ポイントになってくるものっていうのを見ていきましょう。期待していることやポイントとして押さえておきたいところとして、これね、あなたが波から飛び出してきていますよね。二通りこれ考えられるんです。一つはあなた自身が自分の殻というか、別に殻に閉じこもってるわけじゃないんだけど、新しい自分を受け入れるというか、新しい栄養が入ってきた中で新しく芽を出していくものもあるでしょう。そして芽を出すことによってあなたが掴み取る幸運、豊かさっていうのも出てくるよっていうのがポイント。そして期待、あなたの、今期待していることね、入ってきています。そのために今より良いやり方やより良い選択、方法っていうのを探してねってことが言われているんですね。可能性を広げるっていうカード、そしていろんな方法があるから試してみてとか探してみてってことをここで教えてきてくれてるんです。今までのあなたのこの勢い、エネルギーのやり方にプラスアルファでここピンクのカードがいっぱい入ってきてますよね。しかもこの中にあるオラクルカードって同じ淡い紫の優しいカードなんですよ。今ね、あなたが優しくないとかじゃないんですよ。もともと周りに対してこういうピンクのカラーを出しているあなたなんですよ。この優しさを自分に取り入れていくことで、より良い自分になったりとか、より良い豊かさ、芽が出てくるよって、チャンスが出てくるよってことが言われてるんですよね。そして全ては自分の心の中に答えがあるから、自分の心の可能性ですよね。まだ眠っているあなたが気がついていないところに、この自分を愛する方法っていうのがあるから、それを潜って探してみて、出会えるよっていう風に出てきています。今そうだな、どんなやり方をすればいいのか、どんな方法を選んでいけばいいのか、まだ多分ね、見つかってないと思うんですよ。そう、今あなたは進んでいくことはできているし、それはとてもいいことなんだけど、自分自身を愛するってじゃあ一体どうすればっていうところに対してまだ多分見つかっていないやり方、方法っていうのがある。眠っているんだと思う。まだこれが周りからもそれ気づきとしてもたらされるよってことが出てきています。自分を愛するやり方を周りの人が教えてきてくれるのかな。何か出来事があって、きっかけがあって、より自分を愛していけるようになるんじゃないかなと思うんです。でも決してね、今のあなたが卑屈になってるとかネガティブになってるとかは全然ないので、
より良くなっていくって感じ。今もすごくいいんだけど、今の自分最高って思ってるんだけど、もっとハッピーって思えるような、そして大人の余裕ですよね。持てるような、可愛いだけの自分じゃないぞっていうところをあなたがこれから吸収していくんじゃないかなというふうに出てきています。そしてではこのポイントね、押さえていって、あなたが周りから受け取るものが出てきた。ではその後、あなたがこれから開花していくものはどこにあるのかなっていうところを見ていきましょう。どういう才能がこれから生まれていくのか、このあたり見ていきましょうね。ここはフレンドシップのカードがまず入っています。あなたがこれから周りの人から受け取るものがやはりあるんじゃないかなと思うんですね。お友達だと思います。フレンドシップ、仲間のつながり、これから新しく紹介される人かもしれません。友達の友達だったり、新しいコミュニティの場っていうのも可能性としてあります。ここからあなたの才能開花につながるようなきっかけっていうのが生まれてくると思います。周りの環境のところで、フレンドシップ、そして幸運の波、周りからもたらされるものが、豊かなものがあります。そしてあなた自身がこれから、開花していくこととして、ここですね。ここです。まず気づいてねっていうメッセージが入っていたんですね。これだ。ごめんなさい、見失った。このカードが今あなたにメッセージを送ってきているので、気づいてくださいっていうことを言ってるんです。受け取ってください。ここ強く言っています。そしてね、あなたがこれから開花していくことが大きなものになるので、今それに気づくことが出てきますよっていう風に入ってるのと、そしてあなたはこれから時間をかけることだったり、急いで結果を求めるとか、ストレートに行って結果をつかみ取るだけじゃないやり方を見つけたりとか、じっくりと育んでいくこと、あとは勢いを持って飛び出す時は飛び出して、育むところは育む、そのようなバランスが取れていくとか、うまく時間をやりくりできるようになるよとか、タイミングを見る力が養われていくよ、これから開花していくよってことが言われています。はい、勢い 100% だけじゃなくて、待つことの大切さを知ることになるでしょう。またはその大切さを周りの人へ伝えていくことになるでしょう。あなたを通じて、あなたの存在感を通して周りの人が時間をかけることだったり、育んでいくことの大切さっていうことをあなたから教えてもらうっていうこともあります。あなた自身がね、それを感じるってこともそうなんですけど、教え合うってことですね。そう、周りの人からもたらされるものもあるけど、あなたが自分で感じて、あなたの才能を生かして周りの人に育んでいくことの大切さっていうのを教えていく、伝えていくのかもしれません。ここね、安らかなカードも出てるんです。本当に癒し系なんですよね、あなたって。これね、どんなに才能がプラスされていっても、たどり着くところ、根本的な本当の底のところっていうのは、あなたは癒し系っていうところです。周りの人たちに愛情を注いで癒していく存在なんですよってことですね。そこにより磨きがかかるでしょう。はい、そういうことも言われています。タイミングを見ることも上手くなっていくから、チャンスをよりつかみやすくなっていけるし、ただ時間をかけて育むだけじゃなくて、時間の配分も上手くなったりとか、あとはどこに時間を割いてここは省略できるなとか、そういうね、バランスの取りやすさっていうのも入ってきます。時間の使い方が上手くなる、でそしてより豊かなものや成果としてあなたが受け取るものや作り出していくものもより明確になっていくでしょうっていうのが出てきています。ただ根本的にあるのは、やはり癒しの存在として変わらずずっとあなたがいるので、どんなあなたになってもっていうか、より良くなっていくんだけど、より良くなっていってもあなたにどんどん周りの人が癒されていく、この時間、この空間だけは変わらないよっていう風に出てきているんですね。たとえあなたが今忙しくて休む時間がない、遊ぶ時間もないぐらい今物事に取り組んでいる、叶えたいことがある、寄り添っていきたい人がいる、その人と一緒に叶えたいことがある、
だったとしても、そのお相手、周りの人っていうのはあなたから癒しの力、愛する気持ちっていうのを受け取っています。豊かなものも受け取っています。気持ちだけじゃなくて、優しいものだけじゃなくて、ちゃんと形になるもの、あなたと一緒にいると確実に手にできるもの、豊かさっていうのがあります。それはね、多分時間だと思うんですよね。今感じるのは、あなたと一緒にいる時間がすごく大切だって言われたりとか、この時間をもっとゆっくり味わいたいとか、あなたと過ごす時間を大切にしたい、育んでいきたいっていう風に言われることが多分これから多くなってくると思います。今でもあると思うんですけど、これからより多く出てくる、言われるんじゃないかなと思いますね。はい、これから開花していく才能としては、時間の使い方がもっとより上手くなっていくことだったりとか、あと待つことの大切さっていうことにあなた自身が実感するのかもしれません。そしてそのことによってより良いタイミングを見ていくことができるのかもしれないですね。と今タロットからアドバイスをもらっていきます。これ出てきたので2枚もらっていきます。あとルノルマンカードからもアドバイスもらっていきましょう。はい、1枚もらっていきます。ではね、早速見ていきましょう。タロットは、ソードの10、ワンドの4番。ワンドの4番は、先ほどここですね。ここです。ガブリエル4番。このカードと同じカードが出てきています。やはりあなたと一緒にいると癒されるとか、落ち着いた時間、この時間を大切にしたいってことを周りの人が強く感じてくれるんじゃないかなっていうのが入っています。そして狐のカード、ソードの10。はい、今そのあなたの中で夜明けっていうところでピンとくる方いるんじゃないでしょうか。今まで辛かったことたくさんありましたよね。だけどそれらのことは全て過ぎ去って、波は穏やかになって新しい夜明け始まっています。今あなたはそれを感じてるんじゃないんでしょうか。新しい気持ちになったり、気持ちが切り替わったりとか、一つ大きな節目を迎えたっていう方もいるでしょうし、希望が見えてきたよっていう方もいるでしょう。今までの長い苦しみからもうあなたが解放される時がやってきています。その長い苦しみ、痛みっていうのは誰かを信じる気持ちに関わっていたんじゃないかなと思うんですね。誰かと共に歩むことだったり、自分の気持ちを素直に見せていくことかもしれません。ネガティブな思いをいかに排除していくかっていうことかもしれません。またはお相手のね、暗くなっていた気持ちをどんな風にしたら元気になってもらえるんだろうとか、お互いが向き合って会話していくためには、向き合って進んでいくためにはどうしたらいいんだろうっていう風に長いこと苦しんでいた方もいたんじゃないかなと思うんですね。今そのあなたの持っているエネルギーでお相手を癒す時だったり、自分自身を癒す時、自分自身もね、愛してくださいねっていう風に出てきていたので、あなた自身も、周りのことを気にかけていて、自分自身が癒されていなかったのかもしれません。今そこに、その新しい入り口にね、入っていく時です。周りのことばかりに愛情を注ぐようなフェーズから今次の段階へ上がる時がやってきています。はい、月のカード。恋愛だとしたら、恋愛の関係が一歩前進するようなことが出てくるでしょう。ロマンチックなそのままのあなたでいてください。もともとね、そのあなたは周りからも言われてるかもしれません。純粋だねとか、マイペースだねとか、癒し系だねって言われてるかもしれない。こんなね、柔らかいあなたでいいんですよ。くつろいでくださいねってゆっくりと、あまり自分ね、はっきりとしていかなきゃいけないとか、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていう風に自分を檻に入れる必要はないですよ。のびのびといてください。そして受け取るものも素直にあなたはありがとうって言って受け取ることができるので、本当に柔らかいイメージとして周りの人たちが感じてくれてるんですね。
ただその柔らかいところを自分の中に入れていくと、もっとより豊かになっていくんじゃないかなと思います。今もね、十分ね、豊かなんですね。足りないところ何一つない。ただすごくね、長いこと苦しんできたことありましたねっていうのは出てきています。これからは周りの人たちもあなたにより倍増して愛情を注いでいくでしょうし、時間の使い方も上手くなっていくので、あなたがこれから迷うこととか悩むことっていうのもだんだんと少なくなっていきます。今でも現在もまだね、胸に痛みが入っています、トゲが入っていますっていう方も、もうそこから抜けていきますからね。痛みがあるからこそ人は成長していける。痛みがあるからこそより自分自身思いやっていけるっていうところもありますから、必ず誰しも痛みっていうのは人生の中で経験するものです。人によってね、その痛みっていうのはいろんな痛みがあるんだけれども、あなたが今感じていた痛みっていうのはあなたの夜明けのための痛みであって、また今新しいこれから世界が始まっていきます。はい、だからそこに早く気づいてねってことも出てきていましたね。あなたはあなたのままでいいよっていうことです。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。ゲートウェイ。このカードはあなたを光の階段、ここに描かれていますね。あなたがこの階段を上って上昇していくことを表しています。この階段を上った先のこの金色の丸いところ、この到達点ですね。ここにたどり着くと、さらに高い意識の領域にあなたは入っていきます。つまり魂のレベルが上がることだったり、人生のステージが一つ上に上がっていくことを表しています。あなたはより深い愛情を持って、これから自分自身の進化を受け入れていくことができます。あなたはより深い愛情を持って自分自身を愛し、そしてさらに進化を遂げることができます。はい、今この階段を上る時ですよ。これは他の誰でもない自分のための階段です。自分のためのレベルが一つ上がっていきます。ゲートを抜けて次のステージへ行く時がやってきています。周りからもたらされるものを受け取っていきながら、あなたはあなたのままでいい。そのお気持ちを持って、そして自分が今大切にしている時間ってあると思うんですよ。それは自分時間だけじゃなくて誰かと過ごす時間かもしれない。ここですね。今ね、ほっとくつろげる時間、癒しの時間っていうのを一番大切にして取り組んでいってくださいねってことです。もうなんかね、傷つくようなことないからねってことを教えてきてくれています。はい。ということで、こちらが4番をお選びいただいた方のリーディングとなります。あなたの魅力、才能、そして周りからもたらされるものや、これから開花していくこと、あなたは時間の使い方とかタイミングの見方っていうのが上手くなる、より上手くなって、より豊かなものを受け取る時がやってくるよっていうふうに言われています。これから才能が開花されていきますね。いつどこで自分が飛び出していけばいいのか、どんな風に飛び出したらより豊かなものを受け取っていけるのかっていうことを、これからあなたが生み出していくことになるでしょう。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。